はい、皆さんこんにちは。とうとう UFO の正体に迫れるか、アメリカで特別チームが設けられましたね。2004年に撮影された海軍の航空機が撮られた映像あったじゃないですか。ようやっと本格的に調査に乗り出したというんです。ずっと前から UFO について調査していたのは知ってるんですけどね。UFO の全貌についてはまたそのうち話したいと思います。1ヶ月ぐらい前に海外で若者の間で流行ったアプリみんな知ってますかね。ランドノーティカっていうアプリなんですけど、世界初の量子育成セルフアドベンチャーリアリティゲームなんです。ようわからん。このアプリは簡単に言うと、自分の今いるところから目的地を指名してきて、その目的地をプレイヤーが目指してランダムな旅をするというものなんですね。ただその目的地というのは量子的に生み出された時点で、プレイヤーは自分である目的を頭の中に思い浮かべながら、その目的地へと向かう遊びなんです。その自分で設定する目的っていうのは何でもよくて、例えば素敵な花を道端で見つけるとか、面白い人を見つけるとか、そうするとその思考が量子論的にランダムに生み出された目的地を作るときに作用し、実際に旅に出かけると意外な発見ができるといったものなんですね。ちょっと都市伝説的っていうのか、スピリチュアルな要素を含んでますよね、このアプリ。引き寄せの法則みたいなものだと思っていいです。例えば動物と触れ合うという目的を自分で設定して、実際に旅に出かけたら犬を散歩してる人に出会って触れ合うみたいな、そういうシンクロニシティ、偶然の一致が体験することができるかもしれないアプリなんですけど、なぜこれが1ヶ月前に海外で若者の間で流行ったのか。アメリカワシントン州シアトル、ある若者たちが友達同士で遊んでいたら、海岸の方に行けと指名され、行ってみると、なんとそこにはスーツケースが落ちてあって、怪しいと思い警察に通報すると、なんとその中身は事件の匂いがする、あってはならないものだったんです。みんなの想像通りのものです。それが TikTok に投稿され、バズって、次々といろんなプレイヤーから怖いところに導かれたっていう投稿が相次いで、これちょっとやばいアプリなんじゃねっていう感じで噂が広まったんですね。ちょっと肝試し的な感覚でやる感じで。必然的に考えて、普段人が行かないようなところに導かれたりすることがあるので、ちょっと怖い目に遭うのはアプリどうこう関係なくあり得ることなんですよね。アプリサイトのよくある質問を見ると面白いんですけど、アプリを使うのが怖いのですが何か悪いことが起こりますかって質問に、多くのユーザーはいわばアプリに入れたものは自分が得たものだと思っています。つまり恐ろしい考えや否定的な意図を持っているとユーザーを怖がらせる状況につながる場合があります。恐れている時にアプリを使用すると、アプリの動作または自分の思考パターンがびっくりすることに関係なく恐怖に陥る可能性が高くなります。まさに引き寄せの法則って感じですよね。自分の思考が現実化することの楽しさを味わうアプリっぽいんですけど、もちろん疑似科学だということを理解した上でゲームとして遊ぶ感じです。実際の事件に遭遇しちゃうとかどんな偶然かよって思うけど、ポケモン GO とかでもそうだったからみんなわかると思いますけど、普段ね人が行かないようなところに導かれたりするので、そういったところで意外な発見が起きることは普通にあり得ることですよね。その量子論なんちゃらなんちゃらがどれぐらい正確なのかわからないけど、ただちょっと意味深なのが気づいた人もいるかもしれませんが、アプリのアイコンはフクロウが使われています。これに関しては運営曰くフクロウ実験の参照ですとか、ちょっと複雑で意味わからんこと言ってるんですけど、それは置いといて、都市伝説的に言うと秘密結社イルミナティはフクロウをシンボルとして使います。それだけで結びつけるのは情報が足りないですが、このランドノーティカという言葉に注目してみましょう。ランドはランダム、ノーティカという言葉は航海を意味します。なのでランダムな旅という意味なんですけど、このノーティカ、航海が指すのはイタリアの詩人ダンテ・アリギエーリの新曲地獄の航海だと言われているんですね。ダンテの地獄の航海では鳥がダンテを導くんですけど、その鳥はゲーリオンという怪物で、ヘラクレスの10番目の功績によって封じられた怪物です。見た目は蛇っぽい獣っぽいケメラなんですけど、形を変えてそれが後のアモンだと言われています。アモンは悪魔の一つでフクロウの頭を持つんですね。フクロウはギリシャ神話アテーナの知恵の象徴として描かれていますけど、噂によるとこのアプリはまさにイルミナティの思想が含まれているのがわかるそうです。わかる人にはわかるように作られているんだとか、ちょっと興味深いアプリではあります。都市伝説や陰謀のロマンって真実がわからないとこですよね。答えがあるかないかわからないけど、それを追求する過程が楽しいから、答えが分かっちゃった途端急に冷めるあの感じ、欲しいものが手に入ったら急に一回ね
ね、気持ちが落ち着く。理想の相手と付き合えた途端、一瞬その瞬間だけなんか落ち着いちゃうあの感じ。何なんですかね。子供の頃、開けたことがない扉があったりすると、その先何があるのか気になったりしていませんでしたか？おばあちゃんの家に開けたことがない扉があったり、学校の中にも誰も開けたことがない扉があったりすると、その先に何があるんだろうって好奇心湧きますよね。実は世界各地に決して開けてはいけない扉というものが存在するんです。世界遺産にも登録されている始皇帝の墓、兵馬俑の謎。中国西安から車で1時間ほど移動したところに兵馬俑っていう馬や兵士をかたどった人形がこのようにずらりと並んでいる遺産があるんですね。これはキングダムでも話題となった秦の始皇帝が作らせたというものなんですけど、何のためにって思いますよね。古代中国では死者を埋葬する際にこういう人や馬をかたどった俑が作られたんですね。秦の始皇帝を死後も見守り続ける兵馬俑たちなんです。驚きなのがこの兵馬俑は今から2200年前に作られたんです。で、発見されたのが1974年に地下水を探していた農夫がたまたま探したそうなので、2000年もの間誰の手にも触れられず眠っていたんです。すごいのはそれだけでなく、これ一体一体違う見た目をしているんですね。顔も着ている服も、その数なんと8000体はあるそうです。2000年前にこれどうやって作ったのって思うじゃないですか。奴隷2万人が鎌を使って作ったそうです。しかも一つ作ったら似たような兵馬俑ができないようにその奴隷は殺されたとか、だから全て見た目が違うっていうんですね。ただなんとここにいる兵馬俑は全てではなくて、歴史家の司馬遷によるとお墓には宮殿や塔、高価な工芸品やお宝が眠っているっていうんですね。なのでこの公開されている部分はほんの一部で、本当のお宝はおそらくこの地下とかに隠されているんです。そもそもここも2000年の間秘密にされていたので、ただ歴史家曰くその隠された扉の向こうは水銀があるので開けると死んでしまうなんて言われていたりもします。宝欲しさに開けるか諦めるか。他にはこんなまさに今の時代と関連する禁断の扉があります。今世間はウイルスで騒がれていますけど、過去にも恐ろしい感染症はいくつかありましたよね。収束した後緊急するために研究所で厳重に保管されるんですけど、その一つに天然痘があります。天然痘っていうのは非常に強い感染力を持ち、全身に膿疱が生じる感染症で致死率が20から 50% という恐ろしい病気だったんですけど、なんと人類が唯一根絶に成功した感染症だと言われているんです。収束後 WHO が最後の病原体をアトランタにあるアメリカ疾患予防管理センターとロシアに保管したんですけど、本当の緊急事態じゃない限り絶対開けられないようになっているそうです。万が一それが漏れてまた世に出てしまったらとんでもなくカオスな状況になってしまうので、なんなら危険すぎるからこの研究所ごと破壊することも考えているそうです。これこそまさに禁断の扉って感じですよね。お宝どうこう関係なく人類の未来がかかっているので、今回のウイルスもこれが理由じゃなきゃいいんですが、またちょっと角度を変えて閉ざされた禁断の扉は遺跡や研究所といった非日常的なところでなく、日常の中にも隠されていたりするんです。カナダアルバータにバンフースプリングスというホテルがあります。1888年に開業したこちらのホテルはごく普通のホテルなんですけど、8階に行ってみると不思議な光景を目の当たりにします。いや不思議でもないかもしれません。ただこのホテル873号室がないんです。871と875の間にはこのように大きな間があるんですね。872と874は手前側にあるので3号室だけないんです。実はこの873号室、誰も入れないように埋められたという伝説があるんです。なんで埋めたのか。噂では何年か前にこの873号室で一家が殺害され、それ以降ここに泊まったお客さんは悪夢に悩まされたり叫び声で起こされたりと心霊現象が多発したそうです。そこでホテル側が取った行動がこの部屋ごと埋めるということでした。この噂が広まって多くの方が実際に訪れて壁を叩いたりして、本当に隠された部屋があるんじゃないかと調査しに行ったりもしてるんですけど、壁を叩くと確かに響く音からして他とは違う感じがするらしくて、他の階には
は3で終わる部屋があるので、ここだけないのは確かにおかしいんですね。ホテルの構造を見てみると、このように873号室と875号室が合体した感じになっていて、ホテルのスタッフに聞いてみると、何年か前にリフォームで合体させたことは認めるんですけど、一家殺害事件については否定しているそうです。またこのホテルで怪奇現象が起こることは事実だけど、特別この部屋にまつわることは何もないと言っているそうです。真相はどちらかわかんないんですけど、幽霊が出るホテルって逆に客寄せになって繁盛しそうなんですけどね。シャイニングのホテルとか。歴史的建造物で未だ謎の多い古代インカ都市のマチュピチュ。どうやって建設されたのか、なぜ建設されたのか分かっていないため、新世界七不思議の一つとして知られています。人気ナンバーワンの世界遺産なんですけど、何がそんなすごいって、1911年に探検家によって発見されたんですけど、15世紀に作られたのにもかかわらず、綺麗に隙間なく積み上げられているこの完成度は、他の遺跡同様、どのようにして作り上げられたのかは謎ですよね。断崖絶壁にここまで大きい岩を集めて、しかも現代も形を保ったままあり続けるのは高度な技術があったとしか思えないということで人気なんですが、当時のアンデス文明は文字を持たないので、具体的に何のために作られたのかが未だはっきり分かっていないそうです。そんな空中都市マチュピチュに隠された部屋があるのを皆さんご存知でしょうか。2010年にデイビッド・クリスピーという方がマチュピチュを調査していたら、地下に続くような隠し扉があることを発見しました。マチュピチュ発見から100年経った今更って思ったりもしますけど、みんなどこ向いて歩いてたんですかね。どうやら観光客やマチュピチュを管理する方もこのことには気づいていなく、そのことを伝えると調査することに前向きだったんですけど、時間が経っても連絡が来ることなく、政府に中止させられてしまいました。調査することによって歴史的建造物が崩壊することを恐れたそうです。考古学者と手を組んでレーダーを使って一帯をスキャンしてみると、隠し部屋へとつながる階段を発見し、正方形の部屋が見つかったそうです。またこの緑の部分が岩で、青い部分が空洞なんですけど、これを見る限りお墓が眠っているんじゃないかと推測されています。それもこのオレンジの部分は金属を表しているので、お宝が眠っている可能性も考えられています。この扉も建物を支える一部ではなく、空洞を塞ぐ扉の役目をしていることが分かったため、何かを隠すための禁断の扉だという可能性が高いそうです。僕だったら歴史的遺跡にこんな扉があったら開けたくてうずうずしますけどね。何渋ってるんですかね。本当戦争とかね、争いじゃなくて、こういったところに研究力注いでほしいですよね。そして今日最後に紹介する禁断の扉は、世界一金持ちな寺院、パドマナーバ・スワミー寺院。インド・ケーララにはヒンドゥー教の最高神の元だとされているビシュヌーが祀られているパドマナーバ・スワミー寺院があります。金で覆われているこの寺院は6世紀頃何かしらの形があったとされていて、この美しい見た目ももちろん話題の一つなんですけど、それだけでなくここには隠されたある秘密が存在しているんです。パドマナーバ・スワミー寺院の地下には6つの秘密の部屋があるとされていて、それぞれ A、B、C、D、E、F と名付けられています。 A は1930年に一度開けられていて、 C から F の部屋はここ最近何度か開けられたそうです。そして2011年にインド政府がこれらの部屋を調査するために開けるようにと命じ、 A、C、D、E、F を開けてみると、なんとそこにはとんでもない量のお宝が眠っていました。そのお宝っていうのがマジモンのお宝で、例えば5メーターの純金の鎖、重さ500キロの金の束、黄金の工芸品、ルビー、サファイア、ダイヤモンド、ローマ帝国の黄金のコイン、30キロもあるビシュヌーの黄金の銅像、とりあえずとんでもない量のお宝が眠っていたのが分かりますよね。日本でも報道されていて、日本円で1兆6000億円超えだそうです。意味が分かんない。人類史上最大のお宝発見だとか、絶対何人か探してる最中にポケットとかに入れてますよね。ただ驚くのはまだ早いんです。開けられたのは A、C、D、E、F の5つの扉だと言いましたよね。B の部屋だけ未だ開けられていないんです。Vault B、 金庫室 B と名付けられた部屋、この部屋だけ開けられるのを延期されたんですね。この B の部屋だけちょっと特別で、ドアは鉄でできていて、コブラが飾られていて、開けられない理由は開けることによって不幸が訪れるかもしれないからだそうです。どうやらこの寺院には昔からある伝説があって、禁断のドアを開けるととんでもない不運が訪れるとされて、 B の部屋にはコブラが飾られているから、こ
この部屋がそのやばい部屋だとされているんですね。歴史的建造物の秘密の部屋となると、なんかバカでかい鍵でもあるのかなって思うじゃないですか。なんとこの扉は鍵などなく、当然ドアノブみたいなものもないので、この扉を開けるにはマントラを唱える必要があるそうです。ただそのマントラ、ガルーダマントラといって最強すぎて現代で唱えることができる人いないそうなんですね。ぜひこれ見てる方でできる人がいたら行ってみてくれ。25年前にある団体が開けようと試みたらしいんですけど、コブラが出没してビビって逃げたらしいです。完全インディ・ジョーンズの世界。コブラごときで逃げてちゃそれは開けられませんよね。中には何があるか気になりますよね。他の部屋同様お宝が眠っていると推測されているんですけど、その中でもこのボッビーが一番お宝が隠されているんではないかと。インド政府は開けようと試みてはいるんですけど、信仰心が強い人たちによってこれは反対されていて、なぜかというと、この扉開けていいですかって神に問いかける儀式を行った結果、開けたら怒ると神が答えたそうです。この眠った財宝はそのままにしてほしいと。また開けてしまったら災いが降りかかるということなので、ヒンドゥー教の方々はそっとしておこうという考えらしいです。後に F と G の部屋も見つかったらしいんですけど、やっぱこの B の部屋が一番やばい禁断の扉だと言われています。この扉も僕だったら絶対開けたくなっちゃいますけどね。好奇心が溢れすぎちゃって中に何があるのかめっちゃ気になりますよね。みんなもそうでしょ。みんなはどう思いますかね。こういった禁断の扉、本当に開けてしまったら災いが降りかかるのか、あるいは中にお宝が隠されていて、それを隠すためのダミーなのか。一番開けちゃいけない禁断の扉は、思春期の子供の部屋と夜中両親の部屋から物音がした時、マジみんな家族の部屋はノックしてから開けましょうね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。